ちょっと待って、やめて。やめて。やめてください。あなたのスパロボはどこから？私は EX から。どうも、ヒデジュウです。お疲れ様です。スパロボ30周年らしいですね。それに合わせてというわけではないんですけれども、今回はホビーショップ竹屋さんで長期在庫品化していた寿屋の R ガンを買ってきました。こちらのキット発売は2005年で定価は2400円です。竹屋さん消費税はサービスしてくれるんで、まんま2400円で今回買ってきました。スパロボ好きなんですけど、実は2作品しかプレイしたことがなくて、さっき言った EX と第3次アルファだけはやったことがあります。ただ第3次アルファをクリアした記憶がないですね。EX の方はかなりやって、ネオグランゾーンで遊ぶのがね楽しかった記憶があります。とまあそんな感じで好きなんですけど、熱狂的に好きっていうわけでもないので、寿屋のスパロボシリーズも今まで買ったことがなくて、今回たまたまこのキットとの巡り合わせがあったんで、どんなもんぞやと思って買ってみました。自分知らなかったんですけれども、寿屋がプラモデルに参入したのがこのスパロボシリーズからだったんですね。多分再販はなかったと思うんで、16年間店に並んでたはずです。だいぶ箱がくたびれてますね。それでは開けていきましょう。説明書にだいぶ汚れがついてますけど、まあ私箱も説明書も全然こだわりがないんで、この辺は気にならないです。なるほど、説明書の構成は普通ですね。フルカラーとかではない。ランナー結構入ってるっすね。すごい。こんなにいっぱい？ 2400 円ですげえな、寿屋。ランナー確認していきましょう。はい、ランナーは13枚で、ポリキャップのランナーが3枚あります。 ABS は使われていないのと、シールの類は一切ありません。説明書の指示だと肩から作ることになってるんで、ここから作っていきましょう。ニッパーでの切り心地は至って普通の PS 材という感じがします。特に変な感じはしないですね。はめ心地はどうですかね。ちょっとはめ合わせ硬い感じはしますね。スッて入るっていうよりはギチギチギチって入る感じがします。部品構成が結構複雑で、色分けにはかなり気を使ったっていうのが見て取れますね。頑張って設計した感じは出てます。ここの黄色いパーツ、落としちゃった。この黄色いパーツなんですけれども、ピンが1箇所しかなくてですね、ここはめると、よいしょ、このピンを中心にね回転しちゃうんですよ。で、周りのクリアランスがこの回転で微妙にずれちゃうっていうのがあります。ここはちょっと設計の詰めが甘い感じがしますね。本来ならこのピン1箇所じゃなくて2箇所にして回転止めるっていう方向にも設計しなきゃいけないんですけど、ちょっと詰めが甘いですね。腕が完成しました。くるっと見回してこんな感じ。合わせ目はここにがっつり出ます。あとここも合わせ目が出ますね。まあ古いキットなんでこの辺はしょうがないかなとは思います。胴体との接続がボールジョイント。肩関節はここに可動軸が1箇所あります。
長こにも稼働します。肘はあんま曲がんないっすね。まあデザイン的にもしょうがないのか、二重関節になってないっていうのもありますけどね。手首はボールジョイントで接続されてます。いいですね、この握り拳。ここも一応稼働するんですけど、中の軸が肩関節から下腕まで細い軸が1本通ってるだけなんで、ちょっと剛性と強度に不安があります。実際これ回してても結構ギチギチ音がするんで怖い部分ではありますね。次に足を作ってますけども、ちょっと気になった部分があります。まずここのピンなんですけど、ここクリアラス調整しないと一発ではね入んないと思います。あとこのボールジョイントね、これちょっと設計が良くないっすね。こうはめ合わせてボールを保持する形なんですけども、ちょっとお話しします。手頃なボールがあったんで持ってきました。これをボールジョイントだと思ってください。さっきのパーツ分割だとこのボールのセンターに部品の分割面が来て保持する形になるんですけれども、これだとね分割面の部品精度によってうまくボールを保持できないことがあるんですよね。もちろん個体差があるんですけれども、設計としてはねあんまりうまくない方法かなと思います。じゃあどういう構造にするのがベターかって言いますと、ハーフパイプ状の構造にしてそこにボールを突っ込んじゃうんですよね。これなら面の精度によって部品保持の力が変わらないんで、よりベターな設計なのかなと思います。すいません、ちょうどこの構造をしているプラモデルが手元になくて分かりにくい説明になっちゃいましたけれども、なんとなく伝わりましたかね。と関節構造を気にしながらも脚部の完成です。色分けの頑張りっぷりは半端ないっすね。よくできてると思います。ただちょっと設計的にはだいぶ無理してそうなところがあって、アクロバティックに部品をはめなきゃいけない部分が何箇所かあります。あとはめ合いが全体的に硬いです。穴の側を調整しながら組む方がいいかなと思いますね。ここは合わせ目が出ます。膝裏も合わせ目が出てますね。可動に関してはここは軸が入ってて動きます。膝も二重関節で結構曲がります。十分。と、ここの穴は稼働しますね。足首は二重関節で、やっぱりさっき気にしてたところは保持が緩いです。ここね、ちょっとだけ緩いっすね。気になる方は瞬着で部品をちょっと肉増しするとかすればいいかなと思いますけれども、つま先が稼働します。続いて頭部です。合わせ目はど真ん中にバシッと出ますね。ここのカメラの青い部分とメインカメラは塗装済みです。このアンテナはめちゃくちゃ尖ってて痛いんで気をつけましょう。あと先端あっさり折れそうなんで怖いですね。首はボールジョイントです。これバルカンは塗った方がいいのかな。胴体ができました。体の横っちょに合わせ目はバシッと出ますけれども、色分けに関してはかなり頑張ってるかなと思います。続いて腰部品です。
これがメタルジェノサイダーってやつですか。ここすごいなと思ったのは、アーマーがね全部独立稼働するんですよ。フロントもサイドもリアもそれぞれ全部別体で動きます。よくできてますね。リアアーマーはそんなに稼働はしないですし、サイドもそんなに稼働範囲は広くないですけれども、いやいや全部独立稼働ってだけで全然立派ですよね。あとアーマー裏がねちゃんと全部モールド入ってるんですよ。これ立派ですね。気合入ってるな。最後に武器とバックパックです。ライフルはモナカ割りなんでど真ん中に合わせ目がきます。持ち手が面白くて、こうグリップのところで軸があって稼働するんですよね。これで機体への持たしやすさを確保しているという、これいいですね。あと武器持ち手もねちゃんとグリップと一体になっててちゃんとした造形がされてます。これがバックパックです。羽の部分は武器になりますね。ここはボールジョイント、ここはプレキャップの軸カードが入ってます。ここは取れて武器になります。ここを動かしてこれを武器持ち手と合体させると、あれどこで持たせる？こっちか。こうですね。反対側もこいつと合体させてやれば、はい、武器の完成です。武器持ち手もモールドがしっかりしてて非常に好感度が高いです。残念なのは平手が入ってないことぐらいですね。平手入ってれば完璧でしたね。部品が全部揃ったんで組み立てていこうと思います。完成しました。寿屋のスーパーロボットシリーズ R ガンです。スケールはノンスケールですね。このスケールに関してはいろいろ葛藤があった末のノンスケールなんだと思いますけれども、多分シリーズ化するにあたってすごい大きいスパロボを作んなきゃいけなくなった時に100分の1でこれ出せねえよってなっちゃう可能性を危惧してのノースケールなんだろうと思います。私正直このキットに関してはあんまり期待してなかったんですよね。値段もそんな高くないですし、いやはやいい意味で期待を裏切られました。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。満足度めっちゃ高いっすよ。コスパ最高。これ2400円ってのはかなり頑張ったんじゃないですかね、寿屋さん。組み心地に関しては確かにクリアランスを微妙に調整しないと入らないピンとかもありますけれども、組めないっていうレベルではないですし、難易度がねすごい高いっていうものではないです。正直なんでこれが売れ残ってたのか自分にはわからないですね。あれですかね、後から出た R ガンパワードの方をみんな買っちゃったんですかね。寿屋さんのこのスパロボシリーズ新作が出なくなってもうだいぶ経つような気がするんですけれども、最近まさかのバンダイからサイバスターが出やがって、いやこの先そのシリーズどんだけバンダイが続けてくれるんだろうなっていう不安はね正直ありますね。個人的にはディス・アストラナガンをバンダイでも寿屋でもいいから出してほしいといったところで、今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。次回は何もなければ長谷川のアファームドを作ろうかなと思っております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。